ここは埼玉県と群馬県の県境にある橋梁。この橋が東水橋。そして、この下流にある橋が武蔵大橋。その距離、なんと約10キロ。この間、車や徒歩で川を渡れる橋は一切存在しない。完全なる橋空白地帯である。現在地は群馬県大浦郡千代田町。ここには交通インフラにおける致命的なバグが存在する。この町には関東の大河、利根川が流れているのだが、利根川を越え埼玉県に移動するために途方もない迂回を強要される絶望のエリアなのである。本来ならば絶望的な迂回を強いられるが、無料で川をワープできるチート級の交通インフラがある。ということで、早速確認をしに移動開始です。果たしてどんな交通インフラなのでしょうか。早速確認をしに移動開始。ちなみにこの町、橋もない上に鉄道もない、鉄道空白地帯でもある。このように各駅から物理的にかなり離れています。この正面に見えるやつが土手かな。今自転車なんですが、右側から土手に登れそうです。見えてきたのは関東の大河、利根川。そしてまさにこの場所が橋のない橋梁空白地帯。ここから見ると川を越えられる橋は見当たりません。そして鉄道空白地帯のため、鉄道の橋もない完全な分断状態です。なのですが、ここに無料で川をワープできるチート級の交通インフラがあります。それが、この赤岩の私。ここはかつて宿場町として栄えていた場所。赤岩宿の歴史が書かれている。なぜ橋もなく鉄道もないこの場所に町があるのか。これが答えだった。この歴史の名残を使って対岸の熊谷市へ向かいます。赤岩都線、乗船料無料。朝の8時45分から夕方までの運行のようです。お昼の時間は、運休みたいですね。乗るのにはどうしたらいいんだ？この場所に船頭さんがいるので、お願いするらしいです。この先に船が見えます。船はすでに川岸に止まってます。この表示を見ると、この船は下水道課が管理しているのか。ああ、これ県道なんだ。だから無料なのか。ここはれっきとした県道に指定されているため、船の運賃は無料。そして、この渡し船を使って埼玉県へ移動します。では、ここから対岸に向かいます。ちょうどこの場所が県境になっていて、川を渡ると埼玉県の熊谷市です。あの黄色い船は以前使ってた船でしょうか。と考えると、随分船がバージョンアップしてます。この場所はその昔、江戸と上州をつなぐルートであり、水運の要衝だったのだ。熊谷市に到着です。乗船時間は5分ほどだったので、あっという間でしたね。船は先ほどの群馬県側に戻ってきました。ここで埼玉県側から群馬県側に行きたいときはどうしたらいいのかという疑問があるのではないでしょうか。この先にその答えがあります。ここも河川敷になって右側はグラウンドですね。小屋の横にある黄色い旗、あれかな。埼玉県側は人はいないのか。ということは運営は全部群馬県側がやってるということなのかな。説明書きを見てると、この左側の黄色い旗を上げて、そして向こう側に知らせて、船が気づいたら下ろすという仕組みらしいです。黄色い旗。結構重いな、これ。これを上まで上げて、群馬県側の先ほどの船頭さんたちにお知らせするようです。かなりアナログなやり方で非常に珍しいシステムですね。埼玉県側は葛和田の渡しと地域名に合った名称がついています。
ここにバス停があるな。このバス停からは埼玉県熊谷市の中心部、熊谷駅へ行くことができる。昼間の運行は1時間20分間隔。次は14時10分か。群馬県に自転車を置きっぱなしなんですが、船使わずにこのバス使って取りに行くとしたらどうなっちゃうんだろう。14時10分発のバスがやってきました。船ならわずか5分で戻れる場所。しかも無料。果たして船を使わないとどれくらい時間がかかるのでしょうか。そして運賃はいくらになるのか。よくよく考えてみると、河川敷の中にバス停があって、そこにバスが来るって結構珍しいよな。では、こちらのバスに乗り込みます。では、群馬県にある自転車を取りに大床移動を開始します。乗車時間は約30分。到着したのは埼玉の中核都市の中心部、熊谷駅。ここからは鉄道に乗り換えます。JR は使いません。向かう場所はこちらの秩父鉄道乗り場です。次は15時3分。20分ぐらい待つのかな。来ました、羽生駅。こちらの電車に乗車します。20分の待ち時間を経て15時3分発の羽生駅に乗車。熊谷から乗車時間は20分ほどでした。秩父鉄道はここまで。この先にある東武鉄道へ乗り換えます。そしてここからは隣のホームの東武鉄道に乗り換えします。15時38分、館林駅。葛和田と千葉を出発してからすでに1時間20分が経過しています。館林駅普通電車、こちらに乗車します。羽生駅を出発。羽生駅の所在地は埼玉県なので群馬県にはまだ到達していません。ここでやっと電車で利根川を越え群馬県側へと渡る。そして間もなく到着するのは東武鉄道のジャンクション駅である館林駅。終点の館林に到着しました。羽生からは乗車時間10分ほどでした。そしてここからはバスなんですが、東口、西口、どっちかな。目的地に行くバスが書いてないんだけど。本当に？とりあえず西口に行ってみるか。西口のバス停はここからのみですね。確認すると、千代田役場方面。これか。14時43分。バスもうないの？これは日曜日祝日。日曜日祝日だと15時51分、17時55分。祝日とかの方が終バス遅いの？これはまさかの展開だな。ここにもバス乗り場がありますが、なんか違うな。案内所の人に確認したら、東口から、千代田町の方に行くバスがあるらしいです。こちらは館林駅東口です。駅の規模の割には思ったより商業施設は少なめですね。そしてバス乗り場はどこなのだろうか。向こう側かな。館林駅から千代田町まで結構遠かったんで助かりました。タクシー使うと企画的になんか微妙になるとこだったのでよかったです。バス停はこれどっちかな。こっちはシャトル線。こっちか。あった。このピンクのラインの千代田町方面のバスがありました。16時40分のバスがありました。ちなみに終バスが8時5分でした。どうやら東口と西口で運行される時間帯が分かれているようで、これはなかなか初見殺しの難しいシステムでした。
とはいえ、14時43分の出発のバスが赤岩渡線まで行くバスの終バスだったので、次のバスで千代田町役場前まで行きます。いやー、こんな終バス早いとは思わなかったな。今度は駅の東口へ回ってみます。こちら側は地方都市の駅前らしさの雰囲気を残していますね。館林駅から浅草まで特急両毛号で所要時間は1時間です。小型の路線バスに乗車し、館林駅を出発。千代田町へラストスパートです。千代田町役場へ到着。乗車時間はたっぷり1時間。なかなかのロングランであった。ここは鉄道空白地帯のため、この路線バスは町と鉄路をつなぐ生命線でもある。ということで、バスから降りました。そして自転車のある土手までここから調べると25分。結構遠いな。現在、この千代田町には橋を架ける計画があるらしくて、利根川新橋という計画が進んでいるようです。そうすると今日の赤岩渡線はなくなっちゃうのかな。2つか3つぐらい前に赤岩という名のついたバス停があったのですが、そこで降りたらよかったな。ちょっと降りる場所を失敗しましたね。ちょうど今6時を告げる夕方の放送が流れてます。この先にやっと土手が見えてきました。ついに土手に到着しました。向こう岸からたった500メートル先からここに歩いて戻ってくるまでになんと4時間もかかりました。今回の運賃は国際上央交通480円、秩父鉄道600円、東武鉄道210円、館林千代田線の路線バス200円、合計で1490円という結果になりました。そしてこの目の前にあるバス停こそが先ほど館林駅から乗ったバスでは時間が遅すぎて届かなかったバス停です。時刻表を確認すると最後のバスは15時46分。ここから帰るのですけど、一番近い駅までどれぐらいだ？歩いて1時間半？自転車だと30分ぐらいかな。結構遠いけど、駅に向かいます。ちなみに館林は車で25分。自転車だと1時間超えるな、やはり。船がタダで5分で渡してくれるこの場所は、陸路の公共交通機関で行こうとすると、夕方には完全にシャットアウトされる、正真正銘のインフラの限界地帯でした。